皆さんこんにちは。フットボールが友達ティムレボーでございますはい、ということでちょっとオープニングね、路頭に迷い始めてるんじゃないかっていう話もあると思うんですけど、まあそこはちょっとご勘弁を、いい案がねあれば教えてください。フットボールが友達で今日は行ってみました。はい、ということで、いよいよですね、大学のアメフトの決勝戦甲子園ボールが、やってまいりました。皆さん、はい、ということで、今まではですね、この甲子園ボールが大学生の決勝、その後に、日本一をかけて社会人と、大学生の王者が戦うというゲームがライスボールとしてあったんですけど、今年度からですね方式が変わりまして、この甲子園ボールが大学生の最後の試合ということになるので、もうここに全てを、ぶつける、大学トップの2チームの戦いがここで始まるということになります。今回は、甲子園ボールについて大特集ということで、また直前にはなってしまったんですけど、たくさんポイントを見ていきたいと思います。ただですね、先にお断りしておきたいんですけど、僕法政大学のね情報とか関東の学生アメフトの情報が正直、だいぶ疎くてですね、今回、この収録をするにあたってたくさん情報収集という形で Twitter から、情報をいただいているということがあるので、その点はちょっとご了承ください。はい、ということでまずは、その対戦カードです。今回戦うのは、西日本代表の関西学院大学ファイターズ対、東日本代表の法政大学オレンジという2チームの対決になります。この2チームですね、過去に、実は7回対戦をしていまして、意外なことにですね、両チーム同じ成績ということで3勝3敗1引き分けということで勝率が5分ということになってるんですよね。過去の、対戦成績はここに出しているものを見ていただいたらいいと思うんですけど、直近では2012年に、関学が3点差で、勝利ということで、当時、クォーターバックだった畑拓司郎選手が怪我からね最後確か痛み止めの注射を打って出てきて、劇的な逆転を演出してというような、ゲームでした。で、この法政大学と関西学院の試合ってね、今みたいに勝率が5分ということもあるんですけど、レッツハドル的にはもう一つこれ注目したいと思います。それは何かというと、ボン、白無地ダービー再びということになります。今シーズンですね X リーグでは、イコールワン福岡サンズの浩二徳田選手と、電通キャタピラーズの山本俊太郎選手、この2人の、対決ですね、取り上げました。白無地チャンネルといって、このお二人がですね、一緒にやってる YouTube チャンネルがあるのですが、そこの同じチームの仲間であり、今回は別のチームでアメフトで戦うみたいなのがね、電通と福岡の試合だったんですけど、その時は浩二選手率いる福岡が勝ということにはなったんですけど、実はですね、浩二徳田選手の出身が法政大学、山本俊太郎選手の出身が関西学院大学ということなので、またこの対決が見られるということになります。小井選手は2009年首相も務められたんですけど、実は、関西学院大学との対戦は2006年ですね、1年生の頃に対戦して2点差で勝利をしている。一方の山本俊太郎選手も2012年に 1年生の時に、勝利をしているということで、2人とも1年生の時に、相手チームを倒しているというようなことで、この2人が OB になってと、両方が OB になってということでは初対決ということなので、白文字ダービーも注目です。そして、今回ですね、今シーズンの戦績も見ていこうと思います。ボン。はい、というこのような形でですね、関学の方は関西大学と立命館大学というライバルをね、かなり辛くもというか苦しい展開にはなったんですけど、勝ち上がってきて、ということになっていますし、一方の法政大学の方はですね、初戦日本大学戦でですね、本当に7点差の競った試合展開だったんですけど、しっかり勢いでもぎ取ってというところで、そしてライバル早稲田大学を倒して、久々に甲子園ボールの舞台に戻ってきたということになっています。特に関学の方は前の立命館戦でですね、だいぶパスで、やられて苦しんだというところで、まさにこう勢いモメンタムみたいなものが一瞬立命に行ったんですけど、そこで崩れることなく、相手のミスを誘うようなこともあって、勝利をしたということで、
最近ね記事で読んだんですけど、大村監督がいやうちはもうモメンタムなんでそもそもないものとして考えていると、一喜一憂するんじゃないというところを徹底してやっているから、落ち着いて試合運べるんだっていう話も、ありましたが、素晴らしい、そういった勝利もあってこの舞台にということになっています。はい、ということでここからはまた注目の選手とかですね、注目ポイントみたいなのを見ていきたいんですけど、感覚の方はですねどちらかというと、前回立命館大学戦ウエスタンジャパンボール立命館大学戦でも特殊したのと、似たところがあるので、そちらの動画もぜひまた見ていただけたらと思うんですが、法政大学についてちょっと僕が無知すぎるので、今回いろいろ寄せていただいた情報をもとに、法政大学どうなのか、それに対して感覚どうなのかみたいなことを見ていきたいと思います。一緒に学びましょうということで、ヒデボーよ法政大学のオフェンスを学べ。はい、まずですね法政大学のオフェンスなんですけれども、最初にちょっと、僕コーチファンなので、アメフトコーチファンなのでちょっと注目はですね、実は法政大学のオフェンスのコーチっていうのが関学の大村監督の教え子が、たくさんいるんですよね。どういうことかというと、大村監督2004年から2008年オービックシーガルスでですね、実はオフェンスコーディネーターをされていました。その時の教え子が、現在、法政大学でオフェンスコーディネーターをしている宮本さん、それから QB コーチの辰村さん、ランニングバックコーチの白木さんというようなメンバーがですねいるということで、この指定対決みたいなことになってくるんですよね。で、大村さんはディフェンスコーディネーターも感覚で感じているので、このオフェンスコーディネーターの宮本さんと直接対決ですねということがあるんですが、これツイッターの方でですね見てたら、朝日新聞さんのツイッターで、大村監督が、いやこれちょっとミヤーンには行かれたくないんやっていう、宮本さんのことをミヤーンって呼んでるっていうちょっと可愛いエピソードもありながらですね、そんな、直接対決がまずはあるということが注目です。で、このオフェンスコーディネーターの宮本さんの特徴がどんな方かなということなんですけど、ランプレー、ゴリゴリ押していくのが好きということで、オハイオステイトっていうね、アメリカの大学の、チームもゴリゴリ、押していくフットボールをするということなんですけど、オハイオステイトが好きなので、そこに合わせてゴリゴリいくんですというような情報をお寄せいただきました。そんなですねランプレーっていうところがまず法政大学注目だなということなんですね。で、その中でですねもう法政大学で一番の注目選手誰かというと、ランニングバックの星野選手、この選手が注目ということです。星野選手ですねスーパーアスリートなんだということでいろんな人が口を揃えておっしゃっていますが、もう本当にぶち抜けていくスピード半端ないし、密集を、ぐいぐいと進んでいく力もあるということなので、まずこの3年生の星野選手っていうのは、要警戒、感覚側からすると要警戒なんだろうなというところです。星野選手、あとはねレシーバーとしてキャッチもできる方なので、ランプレーだけじゃなくてパスキャッチで見せるということで、割と感覚はですね立命館の田辺選手にパスキャッチでやられてたというシーンもリーグの1位決定戦ではあったので、同じような形でこの星野選手がランだけじゃなくておそらくパスコースに出てうまく使うっていうこともあるのかなっていうことも予想したいと思います。それでですね星野選手注目が行きがちなんですけど、実は、ランニングバック新井選手も注目なんですということで情報を寄せいただいてます。新井選手ホルダーとしてねフィールドゴールの時にホールドしたりとかもするということなんですけど、フィールドゴールのフェイクのスペシャルプレーみたいなことも、成功させていたりとかするということで、あとはワイルドキャット、攻撃ということで、感覚側も得意にしているランニングバックがクォーターバックの位置に入って、直接ボールを持って走るみたいなプレーですけど、それも新井選手得意でちょっと器用な、選手だということなので、この選手がもしかしたらモメンタムを変えるプレーがあるかもしれないということなので、ランニングバックまず2人注目ということですね。でそれから、ワイドレシーバーで、野中選手がいるんですけど、野中選手どんな特徴ですかって聞いたらエデルマンみたいなっていうことで、NFL で活躍した本当に、中央のエリア外のエリアどこでもですねすごい素早いスピードでですね、パスキャッチをしてっていうような、ルートランが得意な選手ですけれども、そういったプレーが野中選手ができてということで、身長はですね162センチということでそれほど高い選手ではないんですけど、本当にそのスピードをうまく生かしたプレーが見られるということ、ここは注目ですよね。
この辺りがポイントということになってくると、やっぱり関学陣はですね、まずはランプレーをどうケアするのかということで、ディフェンスライン陣がポイントになると思います。主将の青木選手はもちろんなんですけど、僕が個人的に注目しているのは74番の山本大地選手ですね。山本選手は、ウエスタンジャパンボールでサックも、決めていたいということで活躍もされていたんですけど、パワーもね、非常にある選手ですし、相手のラインの選手をコントロールできるような、力を持っている選手なので、ここの、外のね、しかも星野選手スピードあるんですけど、外にオープンサイド抜けられると一気に行かれてしまうということもあるので、頭押さえという部分と、あとはラインのコントロールという意味で、この山本選手のパワーがどう生かされるのかというのを注目したいと思います。もう一つはですね、今言った野中選手もそうだし、星野選手のスピードもある。それから、エースレシーバーの小山選手もいるので、この辺りをカバーするっていうことをいかにやるか。で、立命戦はかなりディフェンスバックがやられてしまったので、ここでポイントになってくるのは、僕はセーフティーの2人だと思っています。42番の宮城日向選手、31番の、長島大成選手、この2人ですよね。ディフェンスの一番後ろを守っている2人なんですけど、この2人がランプレーで、いかにスピードが速く上がれるかということと、ロングパスですよね。立命戦でやられているようなロングパスっていうところをケアするためには、ゾーンカバーになるのであれば受け渡しっていうところ、結構そこがやられたような気がするんですよね。そのあたりのところとか、タックルする時の間合いの詰め方とかっていうようなところで、そこを一つ誤ってしまうと一発タッチダウン、一発ロングゲインをされてしまうということがあるので、このセーフティーの2人がどう改善するのかっていうのは注目ですね。ちなみに、宮城日向選手は、高校までは、ラグビーをされていて、お父さんも、ラグビーの、ずっとご出身でということで、そういったラグビー一家からフットボールに来てですね、アメフトでも活躍をされているような選手ですので、4年生最後の勇姿を甲子園で、宮城選手の姿が見られるのも楽しみにしたいと思います。そういう形でですね、いろいろとランパスっていうところで、工夫をしてくると思うんですけど、僕は主に、スペシャルプレーとかですね、どんどん法政がやってくるんじゃないかなと、思ってます。さっき言った、新井選手のような器用な選手がいたり、星野選手のようにスピードとかアスリートタイプでですね、いろんなことができる選手がいて、ということもありますし、クォーターバック、エースは平井選手落ち着いて、プレーされますけど、2番手の谷口選手も、ラッキーボーイになる可能性はあるということで、情報をお寄せいただいているので、この辺りの選手を、いかに人を変えながら品を変えながらうまくプレーをしていくのかというのも注目ですね。ただですね、立命館が、宇野選手でですね、それをやろうとしてなかなか、うまくいかなかったということもあったので、やっぱり関学の方はですね、そう簡単に崩せない、ところだと思うので、いかにこのスペシャルをやるなら精度を高めていくのか、そして出しどころ、狙いどころ、この辺りは、先ほど言った宮本コーチの、プレーコールにもかかっている部分はあると思うので、楽しみにしたいと思います。ヒデボーよ、法政大学のディフェンスを学べということで、今度はディフェンス編です。こちらはですね、特に、注目なのはラインバッカーの山田選手というところでお伺いしています。法政大学伝統的にこの真ん中のラインバッカーめちゃくちゃ強いんですよね。今野島相模原ライズでやっている田中良樹選手なんかも、主将としても活躍されてましたけど、本当にパワーヒットというかね、ガツンと当てていくようなプレーが見どころの選手が多いんですけど、今年の山田選手も本当に、いいプレーで読みも良くてハードタックルでというような選手だそうなので、ここはまず注目っていうところで、だから関学の、ランニングバックに対してこの、山田選手がどれぐらいやれるのかっていうところですよね。前田選手、斉藤選手という2枚看板が関学にはいてますので、ここを止めないことには始まらないと、思いますね。他にもですね、いろいろと情報を伺っている中で言うと、ディフェンスバックの方でも、高山選手、中川選手といったあたりで、駒は揃っているということなんですけど、ポコッとレシーバーがフリーになる時があるのが不安材料ということなので、関学側の方はですね、ランをベースにしながらもですね、前回の試合でもロングパス狙ったところがあったので、僕は個人的に注目しているのは4番、関学鈴木貴友選手が、この試合で活躍がある可能性があるなと思ってます。関学といえばですね、河原林選手、それから梅津選手の、
2人が、注目のワイドレシーバーなんですけれども、前回鈴木選手がですねなんでこんなワイドオープンになったんやっていうような、ウエスタンジャパンボールではフリーになったようなプレーもあった通り、うまくですねこの、ナンバーワンナンバーツーの梅選手、パウアイ選手だけじゃないところで真ん中のエリアからこうスルスルっと抜けていって、パスキャッチをするシーンとか、あるいは、中央サイド、フィールドの中央をえぐっていくようなプレーを、できたりとかっていうような、器用な選手だと思うので、この鈴木選手へのパスが、うまく決められるのかというところも注目したいと思います。感覚はですね、先ほど言ったような、法政のラインバッカー陣とか、コーナーバック陣っていうところに対して、どういうプレーを出していくのかというところなんですけど、基本はやっぱり僕はランプレーベースに今回は来るんじゃないかなと思ってます。立命戦はやっぱり立命館2回目の試合で、準備期間もあってということで、ここは何としてもいろんな工夫をということでスペシャルをいっぱい入れてきた部分もあったと思うんですけど、今回の試合はやっぱり感覚らしいですね。フットボールというかゴリゴリ押してプレーアクション投げて、とかシャベルパスを入れてとか、いろんなそういうようなプレーが見れると思うので、そう考えると感覚の一番のポイントはやっぱりオフェンスラインの5人だと思います。特にですね、オフェンスライン4年生のセンター浅枝亮選手はですね、記事で読んだんですけど、実は1年生の時には、頑張ってプレーをしようということで、いろいろされたそうなんですけど、うまくなかなかいかずに、2年生3年生は、ちょっとドクターストップ的なこともかかりながらですね、ちょっとトレーナーに専念したりとかっていうことでだったらしいんですけど、4年生になってようやくプレーの強化が出てからはですね、非常に、そのトレーナー経験も生かして体の使い方も分かってですね、素晴らしいプレーをたくさん見せているということで、強力なオフェンスラインになってますよね。で、浅枝選手は涙もろいところがあるんだというような記事が出てましたけど、そういったところ勝って涙をしたいんだということだったので、そこへの気持ちが、ラインの、ね、プレーに見られると思うので楽しみですね。もう一人はですね、オフェンスのガード、ですよね。浅枝選手の右側にセットする森永大選手ですね。森永選手実は1年生でですね、この甲子園ボールでもおそらくスターターをするということは、もうこれちょっとありえないぐらいすごいことだなと思ってます。感覚でですね、1年生でスターター自体がすごいのですね。そんなこの2人がですね、連携したプレーですね。もちろん力押しということもあるんですけど、テクニックがね、やっぱり感覚のラインは強いので、そこをいかに法政が対応できるのかということを注目ですよね。まずはこのランプレー、本当にいかに出せるのかというところは、注目ですね。あとはですね、キッキングの方も注目ですよね。感覚の出て4年生の永田選手、これまで数々勝負どころでのキックを決めてきた、選手で、成功率も非常に高くて、今シーズンも、スペシャルチーム優秀者に関西で選ばれてますので、この選手が、勝負どころで決められるのか。一方の、法政の方は、1年生ながら、キッカーを務める露峰選手、この選手が、ね、しっかりついていけるのかというところで、キッキングというのも注目ですし、あとはキックオフリターンですよね。お互いに、エースランニングバックが、キックオフとかパントのシーンでリターナーに入ることがあって、一発タッチダウンみたいなことがあり得るようなシーンで、結構エキサイティングな甲子園ボールになるんじゃないかなというふうに予想しているので、このキックオフリターンとかもですね、注目してほしいと思います。得点予想、いきたいと思います。ちょっとなかなか予想が難しいところではあるんですけど、お互い全てを出し切ってというところなので、ある程度得点が入るかなということで、これで予想したいと思います。関西学院大学が34点、法政大学が21点というところで予想したいと思います。正直ですね、立命館戦で感覚はハイスコアで勝てるとは思ってなかったので、こういう戦い方もできるんやなっていうことをすごく感心したところで、この試合でもですね、法政大学が、一発星野選手で取れるっていうことを思うと、取れるときは点取っていこうということがあると思うので、30点以上いるかなということと、それでもですね、やっぱり法政大学も、粘ってくるだろうと、ビッグプレーもあるだろうということで点は入るけれども、やっぱり最後の最後ですね、韓国のディフェンスが奮起してですね、止めるんじゃないかな、インターセプトなんかも今回もやるんじゃないかというところでこの点数にしていますが、ちょっともうこの2チームの対戦自体が久しぶりすぎてですね、あんまり予測もできないところはあるので、本当に、甲子園ボードね、ぜひ注目してみていただきたいと思います。
最後ですね、スタジアムでの、ことと放送予定というところなんですけど、まずスタジアムの方ではですね、こういう風にオフィシャルグッズなんかも、販売をされるということなので、そちらも、ぜひ見てください。で、ここに書いてるものだけじゃなくてですね、関学法政両チームの方でも、グッズ販売がありましてですね、特に甲子園ボール限定グッズみたいなものも出てきているので、要チェックですね。法政大学のグッズもちょっとかっこいいなと思って、関西側、関学推しではあるんですけど、こっちも多分買っちゃうと思います。フットボールファンとして買っちゃうと思います。はい。法政大学トマホークスからオレンジに変わった時に、オレンジって何やねんって正直思ってたんですけど、かっこいいですね。もうここまで来たらかっこいいですね。ジャージとかもかっこいいし、マークとかね、かっこいいし、何より SNS 頑張ってはるんでね、そのあたりいいですよね。チケット情報です。まだ販売されているエリアもありますので、概要欄に貼っているホームページからぜひチェックを、してください。甲子園球場窓口での当日販売を行いませんということなので、ご注意ください。そして、テレビ放送もあります。NHKBS の方でですね、13時から、放送があるということなので、ぜひテレビ観戦の方はそれで、お楽しみください。そしてネット観戦したいなという方もいると思うんですけど、残念ながらちょっとライブ配信はないんですけど、この試合当日12月19日の9時からですね、録画配信がありますので、そちらの方でぜひチェックをされてみてください。で、そのアメフトライブの方でですね、実は解説が、関西学院大学 OB の審判部長の浜田さんと、そして先ほど言った、法政大学 OB で福岡サンズのディフェンスラインの小路徳也選手が解説にということなので、ぜひBS で見た方もスタジアムで見た方もこのアメフトライブの配信の方もチェックされてみてください。それではですね、いよいよ大学の方も、決勝戦ということですので、最後まで熱く燃えて、試合の方応援したり見たりとか、いうところをしていきましょう。ではいよいよ12月19日決戦レッツハドル。ありがとうございました。